になります。ピータコお願い。ピータクって早く間に合ったんや。はい、ということで冷凍になります。ご飯おかわりください。2名様。はい、いいですか？リモートでもこんな刻んだの。豆腐のは天ぷらって結構珍しいですよね。そう、そんなないっすよね。最初にお店立ち上げた時にいろいろアドバイスしてくれたこの人が試してみたらっていうきっかけですよね。働いてもうちょっとで6年半。どういうきっかけだったんですか？簡潔に言うと、お疲れ様です。うちのオーナーからのスカウトです。前の職場の同僚です。え？違うわけ？ダメけ？部下です。部下とかそんなきつい言い方せんで言っちゃえよ。前の職場が一緒やったんで手伝ってっていう形ですね。
松の定食になります。一口ざるうどん食べてからますか？はい。ごめん。セットになります。とりあえず甘たい言葉。ちょうどいいよ。全部いけてます。美味しいです。はい、ということで冷凍になります。天つゆで召し上がりください。ありがとうございます。ご飯おかわりください。はい、おかわり一つ。はい、お願い。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張って。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。どうぞ。はーい、どうも。もりもり。いらっしゃいませ。これ全部1個でいい？いいよ。これかぼちゃだな。
はい、いらっしゃいませ。はい、関西系のお席どうぞ。今行きますね。お待ちください。はい。お願いします。ちょっと今のうち考えといておいしいかんなあ、いかんないいかんない。あ、ごめんごめん。はい。はい、いってらっしゃい。とりあえず何が言いたいかっていうと、愛知は強くなかった。そりゃそうやな。愛知ってなんで強くなるの？人間がそういうふうにしてる。あ、今行きますね。こんにちは。ピータコお願い。ピザ盛り付けた。ピータ軍隊早く間に合ったんかな。あと衣出しといて。はい、お待たせしました。これ竹。はい、これマーク。はい、やっぱさ、さっきはもうこっち来た方がいいな。まずチーズ出ます。はい、チーズお二つです。はい。はい。これ。あっち。その後、今の食券機の方とご一緒。はい、お待たせしました。梅定食の方。玉ねぎ串ついてます。まず後でちくわお持ちしますね。はい。はい、どうぞ。うまい。ごめんなさそれの位置はあるやん。あそこも近所やから、したら、さばいてくれる。刺身でも、甘いですから中見て。何分じゃ
はい、お待たせしました。松2名様。はい、いいですか。はい。魚系ってことを何回するかな。結構来てる出張で来てるわけ。また来週も来るけど、すぐ来るけど。皆さんサービスの一口ざるうどん食べて買います？はい。 5つ？はい。はい。はい、失礼します。最高それでうまい。確かそうやった。天つゆで。はい、はい。舞茸ね。はい。確かに。はい、やけちゃんこれ。はいよ。もうねレンジしてください。書いてあるよ。書いてあるよ。レジ置いてください。よりどり2人前たっぷり店舗ございます。はい。またお願いします。ありがとうございます。相変わらず休んでるんです。僕ですか？休んでないですよ。何回かお店は大雪とかで休んでますけど、除雪してましたから。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ちょっとやりすぎやな。やりすぎた。甘酸っぱいタレとタルタルがすごい絡み合って見事な美味しさでした。はい、ごゆっくりどうぞ。失礼します。ましたチキン南蛮定食のご飯大盛りでございます。はい、ごゆっくりどうぞ。普通のこれ30回。失礼いたします。だからさっきのシーンついてくれたんや。さっきみたいな何でもダメだよみたいな。おはようございます。もうあれがめっちゃ流行ってすぐテイクアウト事業を強化しようと思ってで今までお弁当とかもあんまやってなかったんですけど、こんな感じなんですよ。洗ってます。お客さんがこう食べる前に「わめっちゃ美味しそう」ってなる盛り付けってやっぱりあって、僕はそれをしっかりやりたいなと思って。
けますね。入ってね。もう色合いとかもめっちゃ大事ですからね。ああ、遠いよな。2時間半ぐらいかかりますよね。そうです。自家製タルタルです。いや、これチキン南蛮なんですけど。1日何個ぐらい仕込むんですか？1日多い時で12キロとか。これ5000円どうですか？おばあちゃんやったら多分
今残り今2つある。お茶碗に入れてチーズも入れて。話では。はい。あ、でもこれとこれでいけるかな。親とかそういう関係性にはなれないかもわからないけど、やっていかないとまあ無理ですわ。いや、お客さんを巻き込んでいくというか。メニューも置いた？はい。ああ、関係ない。
ただきます。店って何年やられてるんですか？今7年目ですね。最初はもうめっちゃ大変でしたね。丸1日やって売り上げ5000円とかありましたもんね。でそこからこのままじゃダメだなってことで、いろんなシステムを一個ずつ構築していってで今があるっていう感じなんで、今考えたらもう引きますわマジで。幸福食堂源太と申します。すいません、会場着いたんですけども、いや全然いいですよ。何かございましたら、はい、ぜひ声かけいただいて、はい、ありがとうございます。火曜だけラーメン屋やられてますけど、これってどういうふうな経緯で始まったというか。まず僕自身めっちゃラーメンが好きで、煮干しの中華そばとこの裏面が鶏白湯の中華そばになるんですけど、この2つめっちゃ好きなんですよ僕。どうしてもやりたいと、やらしてほしいってみんなに言うでもその代わりちゃんとほんまに美味しいもん出して、ちゃんと行列作るできるようなやりますので、どうかやらしてほしいってことで、こんなに天気悪くてももう毎回オープン前には30名様ぐらいのお客様にお並びいただいているような状況なので、ものすごいありがたいです。はい、ではお客様どうぞ。はい、いいですよ。12万3000円、こちらに具合とかお願いします。早っ。行きまーす。はい、いらっしゃいませ。お願いします。行きます。とんかつ。はい。11番さん、とんかつ2つ入ります。
番サマとんかつ定食いきます。はい、はい、すいません、お待たせしました。とんかつ定食です。お待たせいたしました。こちら、とんかつ定食でございます。で1回は来る。大概チキン南蛮かこのとんかつかステーキか2個美味しいですわね。美味しいですね。ボリュームもあって。はい、チキン南蛮定食です。はい。はい、乾杯します。様料理出ます。はい、行きまーす。石原さん、行きまーす。様お待たせいたしました。こちら、チキン南蛮でございます。はい、お待たせいたしました。鶏が本当にさっくりジューシーなのと、甘酸っぱいタレとタルタルがすごい絡み合って見事な美味しさでした。でご飯もたっぷり入ってても全体的にもボリュームたっぷりで非常に満足な定食でした。はい。12番さんオーダーいただきましたカレーと、ローストビーフっていうのどっちも単品で。ではこれ盛り付けてよ。はい。これ盛り付けて。あ、はい。ちょっとこれ30回。はい、お願いします。はい、お客様お待たせしました。ローストビーフ重でございます。はい、こちらわさびつけて召し上がってください。ごゆっくりどうぞ。次カレーでございます。はい、お待たせいたしました。お席どうぞ。はい、いらっしゃいませ。チキン南蛮定食のチキン南蛮定食のご飯大盛りで。ご飯大盛りです。はい、とんかつ定食。はい。はい、唐揚げ定食で。はい、ありがとうございます。もう出るんかな。もう出るよ。はい、お客様失礼いたします。こちらカレーでございます。はい、すみません、前失礼いたします。ありがとうございます。はい、お願いします。12番さん、チキン南蛮大盛りいきます。はい、ごゆっくりどうぞ。失礼します。あとな。ました。お先とんかつ定食です。はい、失礼いたします。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、すみません、お客様失礼いたします。こちら唐揚げ定食でございます。失礼いたします。はい、
はい、席出るよ。はい、今。ありがとうございます。カウンターさんでステーキ定食いきます。はい、いらっしゃいませ。あ、今のやつ油淋鶏とチキン南蛮な。はい。お先油淋鶏定食からいきます。油淋鶏定食でございます。はい。はい、すみません、前セットします。おっと、来たぞ。チキン南蛮定食でございます。はい。はい、すみません。ありがとうございます。はい、ごめんなさい、失礼します。離乳食ですね、お待たせしました、どうぞ。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。ローストビーフ重でございます。マスター、こことここ使われます。こっちですかね。電源あります。あるある。ある。お待たせいたしました。チキン南蛮定食のご飯大盛りでございます。はい、ごくりどうぞ。はい、次支払うの。レシートで大丈夫です。明日のイベント用にガスボンベとかいろいろ借りに行きたいんで、これは昨日売り切れたナムルの仕込みです。はい。多分てっちゃんがメニューになるから、それ盛り付けで。そうです。森川中学。今。はい、消してください。これで味付けまで3分放置します。はい。
からどんな答え書いてるかわからない。お電話ありがとうございます。幸福食堂源太源が承ります。今日あとカウンターしか空いてなくてですね、お願いいたします。はい、失礼いたします。すいません。ラーメン。はい。はい、よだきそば2つで。はい。ありがとうございます。これ今使うよね。はい。これをここに。あれってどこで買ったんけ？これ。お客様すみません。お待たせいたしました。夜泣きそばでございます。どうもおつゆなどお気をつけください。はい、お客様すみません。お待たせいたしました。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。失礼します。それでまあ何違うんですよ。いっぱい。生ビールです。はい、どうぞ。お願いします。あ、しましょう。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。走って。はい。中さんないで。で、まあ、話しない今日は、一回やったことを頭忘れちゃったら、
成いたしました。こちら先出しの現太特製ピザになります。有志のでそーっと入って戻ってそしたらはい。はい、23番さん生ビールいきます。OK です。よし、ほなそれ置いといてええで。裏メニューです。裏メニューっていうかお客さんに言われたのをで後ろ洗い物はい。はい。ある程度もう絞り出したら半分に切ってゴムベロで出してもらえますか。倒れるな。出してこっちやったな。はいめちゃめちゃ美味しそうやん。これ何これ。今入ってる伝票の中です。チョレギドレッシングとごま油を合わせ1番さんでチョレギサラダ、11番さんでチョレギサラダお願いします。はい、お客様失礼します。チョレギサラダです。はい、どうぞ。はい、お願いします。
失礼します。ローストビーフになります。失礼いたします。20分ぐらい使ってもいいかも。わかりました。これもみ28。はい。あ、わかった。終わります。はい。いや要はやからなんかなんていうの地味だとかそういうの卵はやっぱりしいでしょ。ビールはい。お願いします。はい、すみません、6番さんで。はい。明日のイベントって何人で行かれるんですか？2人。僕と彼と。で行ってラーメンを250人前。今ちょっと朝日が入ったらぬるいです。はい。失礼します。はい。お茶お持ちます。はい。もう誰か回ってもらっていいかな。はい。それ4つ全部ね。はい。ちょっと7番、7番、小上がり。ありがとうございます。お願いします。失礼いたします。だからすみません、こちら失礼します。トレーニングマッチか。大島気持ち悪い。なんかあれですよ。あれだよね。さっきのシーンついてくれたい。さっきみたいなんでもダメだよみたいな。なるほど。さあ、頑張ってくれと。じゃんけん。バランスなるんです。できるときに。作りしなあかんから。
あれ、キエちゃんどこ行った？ご飯はまだ早い。もうちょっと待ってくれ。明日の朝、人起きたらこんだけになっとるやろな。毎回でも同じ子やわ。呼んでもらった。音で分かりますわ。いいのか悪いのか。マジ？はい、どうぞ食べてください。暑かったっすね今日。暑かった。あげんかったっす。思うんですよ、ラーメン2杯で同じもの食べてほしいなって。それでは美味しい。うまい。これ時間長めとかそんなこともなく。いや、時間。うん。私もあんまり僕も聞いてないですね。うん昨日めちゃくちゃ出ましたけどね。うん。いいから。うん。だってもうないもん。うん。明日？お休みや。昨日と違ってピザは出なかったですね。なんかいやでも出たか。2枚ぐらい。はい。今日は何時までやるんですか3時ぐらいまでやって2時間ぐらい仮眠してでそこから中華そば源氏の方の仕込みをちょっとやってほんでイベント行きますわ。体力はほんまにないんですけど強いて言うならば精神力でやってます。はい。リブの台になります。やめない。
ただきます。それ切るぐらいなんで。初めから店長やられてるんですか？いや、そうですね。まあでもオープンした時社長がこっちの店で調理してたんで、社長がまあリエ店に行くにあたってまあ店長にっていう感じですかね。どっちかって言ったら、はい。お刺身にも合うし、煮物にも合うし、基本的に富山県ってお醤油が甘口なんですよね。それが美味しいんですけど、甘口じゃないその普通の醤油もあるんですけど、やっぱ甘口かなと思います。比べ取ってきてね、名前を支えてくれてる一つの材料なんで、なんか結構皆さんやっぱ地元のもの使ってると喜ばれたり。あとはとろろですかね、とろろ昆布。なかなかこんなサイズの見ないんですけど、富山県民とろろ昆布大好きなんで。そうですね。はい。あ、よかったらどうぞ。はい。名前の由来ってあるんですか？この建物が八角。縁起もいいしっていうことで
そのまま八角っていう名前にして8月8日にオープンしました。お味噌汁のとろろですね。いい油だといいんですよね。サンドイッチは平日は予約のみで、土日は作ってあるのでなんていうか買いに来られてもお店で買えるよっていう感じですね。作れる数に限りがあるんで予約してもらえたら間違いないかなって感じです。こんな山まで来てねなかったらちょっと残念なんで。
失礼します。ロースの中です。キャベツはトンテキのソースでお召し上がりください。失礼します。今日初めてです。はい、美味しかったです。はい、ちょっと甘い感じで、辛くないので非常に食べやすかったですね。はい。火は男女2名様、ロース中リブ大です。いらっしゃいませ。ロースから乗せます。はい。4名リブ大いきます。リブの大になります。はい、失礼します。キャベツトンテキのソースにつけてお召し上がりください。失礼します。イメージ通り。やばいですね。イメージ以上ですね。やばいな。いただきます。どうでした？いや、美味しかったです。完食結構頑張りました。でも美味しくいただきました。すみません、ありがとうございます。はい、また来ます。ロースからいこうかな。ロース中いきます。はい。4名来ました。皆さんね、ショーで大丈夫だよね。はい、ショー4つですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
はい。多分普通に年とか使いこぼしますよ。本当？でこれで1個で2人分かな。お味噌汁に入ってるいいですね。酔い越しのネギと酔い越しのえのきと酔い越しのご飯使ってます。食べよう。おいしそう。おいしそうじゃこっち。いただきます。食べてなくて、まあ今日もだけど、これ食べてないなって。どうですか？うまいね。おいしいね。フライパンの上にあったやつ、ちょっと焦げてうまいんですよ。カリカリな。先輩だな。朝の仕込みってどんなことをやるんですか？スープ沸かして、そこから野菜切ったり、焼きそばの麺を仕込んだり。20分蒸すっていうのが結構ポイントです。そうですね、まあ麺の状態にもよるんですけど、白い麺の色からこの色にこれ以上蒸しちゃうともう逆になんかちょっと焦げたような香りになっちゃうんで、この香りを油でコーティングするんです。
ちっちゃい時からコックさんになりたいって思ってて、ホテル入った時にコック帽あるじゃないですか、あれに憧れてやっぱかぶったんですけど、換気扇に頭をぶつけるんで換気扇と毎日格闘してましたね。だからここの換気扇も全部2メーターにしました。前に。あ、はい、了解です。最初鍋で作ってたんですけどガス代高くて何回ちょこちょこ耐えたらはい量ラーメン屋さんのスープと違って基本的に麻婆豆腐とかエビチリとかあんかけ焼きそばとか料理にも使うんでそこまで主張しない、
いらっしゃいませ。はい、大丈夫ですよ。いらっしゃい。はい、こんにちは、どうぞ。今日6番におこげと3番の単品です。メニュー。よく来られるんですか？そうですね、よく来てました。コロナがなる前は結構頻繁に来てたけど、もうコロナ復帰してまた少し通わせてもらってるんです。おすすめのメニューとかってあります？今食べてる3番目、これもすごく美味しいです。お子様茶。
チャーハンです。このね、お椀に入れて食べたい。こっち、はい、かしこまりました。はい、つゆそば。はい、失礼します。焼きつゆそばです。一品で五目チャーハンお願いします。はい、どうもありがとうございます。はい、
たします。このかかけ焼きそばのランチです。かかけ焼きそば。はい。お願いします。そうだね。日本一ですね。です。はい。でここのマンゴーとエビチリと寒天となんとなく酢豚と油淋鶏です。その急坂を置いてって。酢豚と野菜炒めです。ネギつゆそば。一番。はい、どうもです。ありがとうございます。カウンター。これ。はい。はい、ネギそば。はい。はいよ。はい。鶏そばは。鶏そばはね、1番と、はい7番。はい。一番ランチ。はい。じゃあは7番。7番。失礼します。天津飯単品お待たせします。あ、お子様ラーメン。お子様ラーメンです。森さん。はい。薬味の方から入れてください。ありがとうございます。ありがとうございます。完成ね、ラーメンの。
やすいのだけ押してください。失礼します。ちゃんとしたとこならそうここ一人で2回作りとったりだからそれを自分家に持って帰って洗わんだピー
したゴムカンかけ焼きそばです。かな。お疲れ様でした。お疲れ。カニとレタスのチャーハンです。どうぞ。一応ですね、この九州の福田農場さんで作られてるフルーツシロップのソーダ割りですね。お昼ランチ頼まれた方は全員飲み放題になりますので、開店から閉店まで皆さん元取っていく感じでね。フレンチのものですか？飲み会やな。あでした。はい、またお願いします。はい、お気をつけて。ありがとうございます。この2人にご飯食べさせる。で、何時頃ですか？僕は4時から準備して5時オープン。何年ぐらいですか？10年ぐらい。うん。ラブラブでやってます。今から手つないで帰ります。鶏白湯でここから今ミンチ入れて澄ましていくっていう感じ。これがもう完成形、澄ました後のやつです。20キロで、その小骨が20キロ、柄が20キロ、もみじが10キロで50キロか。骨20キロにもみじ10キロですからね。
紹介されてるところはもっとあるかもしれない。あと氷見さんの煮干しです。氷見さんの煮干しはやっぱりいいなと。冷凍にはしてないね。動画で見とってここが増えていくというか、やっていて。あんまりマジかよとか思う。砂糖は普通に使うんで、70度なるまで回すながらっていう感じですかね。ミンチに余分な濁りの部分吸収させて透明にしていく。70度以上になっちゃうと、濁りが取れないというか、パイタンのままになってしまうので、昨日仕込んでおいた煮干し、香り良くしたいんで、煮干しは前の余りのスープで沸騰させて、メインの方は80度以上しないいう形で、昆布は事前に取ってある。さっきの粉々にしたやつを、ここで初めて沸騰させて、前日から80度で沸騰させんとやってる。最終的にもう一回こすって入れる。肩ロースープ、さっきのバラ肉ですけど、レアチャーシュー用です。ブライン液、塩と砂糖の水でつけながら2日間解凍させて、今実は米もらっとったの。木豚やってますけど、あんまり吊るし焼きですね。香ばしい香りもやっぱつくというか、また醤油さんの方でブレンドしてもらってるやつ、あと醤油、
これが白醤油ですね。うちの中で。同じく畑醤油さんからいただいてはいるんですけど。バタバタしてるんで。水が垂れてた。僕決まってからホテルが建つ話が聞いてラッキーって思いながらもいざオープンしたら本当に見えない状態で過ぎるぐらいに白醤油少しお客様に高評価得られたのでやっとお客様が入るようになったり。せっかくなら安くなればいいけど、これが豚バラ肉を巻いたこれがどのラーメンにもついてる。食べられた頃は番手は20番の同じ太さですけど、煮干しには活性遊んどるもんで、よかったら YouTuber さんのお話聞かせて。いらっしゃい。カウンターどうぞ。お客様お待たせしてます。こちら特製しかお願いします。
待たせしております。特製煮干しです。こちらまでお待ちください。お待たせしました。こちらもお願いしてます。ありがとうございます。ぜひどうぞ。いや、初めて。ここはめっちゃ美味しいです。ありがとうございます。特製中華そばで白醤油ですね。柚子がアクセントになって美味しいです。失礼します。白醤油の大盛りになります。もうじき終わるから冷やし中華食べない
だんだん知れ渡って12時前に来れば大丈夫。糸賞みたいな糸賞みたいなことは中学校で会える前のお店にいらした時から私ファンで、ずっと彼のラーメンの味が好きで、たくさんの人に食べてもらえたら本当に美味しいラーメンなんてファンとしてもいいし、全部好きなんだけど私は煮干しです。食べ終わる頃にまた食べたくなるはい、ありがとうございます。おります冷やし中華大盛り卵トッピングのお客様。はい。もう一人様。はい、こちらで。そちらすりごまついてます。お好みでお使いください。冷やし中華の概念が変わってる。はい。卵増しで。お名前から失礼します。お待たせしてます。200杯何ぐらいでやったね。はい。美味しかったです。美味しかったね。あっさりともしとってね。でもね、あっさりだけど自分スープ普段飲まないんですけど、ついつい飲んでしまう。確かに美味しかったね。またこんなんね。また。すごい煮干し。
めちゃめちゃ美味しいです。煮干し卵なしです。お客様前から失礼します。特製中華の卵トッピングになります。お待たせしました。ありがとうございます。理由チャーシューがないんで焼き豚に申し訳ない。お待たせいたしました。普通の中華そばです。ラーメンやるのまだ道がない。こちらこそありがとうございます。国産のちょっといいやつ使ってる。これをもう一回お湯でほぐします。トロトロになるまでちょっと。
お店屋さんってはい今何年目ですか？次の11月で丸々2年になります。はい。じゃあ開く前は10年ほど餃子の王将で、はい、店長やってました。でずっと飲食店ですね。これ何用ですか？これ火ラーメンとかに使う長ネギです。麺の特徴ってどういう特徴あるんですか？うちは中太ですね。中太、ちょっと太麺に近いですね。豚骨醤油なんですけど、結構さっぱりとしたスープに、返しはちょっとキリッとしてパンチがあるので、どちらかというと子供とかおじいちゃんおばあちゃんと幅広く食べれそうな。自分のところは担々麺とか、味噌ラーメン、激辛味噌とか、これをベースにしていろんなラーメンとかしてるんで。チャーシューは全部自家製で作ってます。こう均等になる。紙やったよー。玉ねぎを仕上げに特製のタレを
タンメン美味しい。よく出るので。ラーメンも沸騰したお湯で。今度の硬さ、味の濃さ、油の量を選んでいただいて、味の濃さと油の量に関しては食べてみていただいてからの変更も全然可能ですので、こうやって生玉ねぎここに置いてます。この中に、お酢であったりとか生生姜とかごまを冷やして冷蔵庫保存してます。でテーブル席にもブラックペッパーであったりラー油、ニンニク、豆板醤を置いてるんで、自分好みの味を作ることができます。違います。これが富山情報っていう富山で一番大きなフリーペーパーのラーメン特殊のクーポンについてます。よっ。失礼いたします。塩ラーメン生です。これでね、いらっしゃいませ。塩ラーメンおこちらです。いらっしゃいませ。チャーハンお願いします。特盛り片恋です。醤油ラーメンの特盛りの片面濃いめです。来られるんですか？ありますね。週2回とか3すごい回。安いところから、あと味が好き。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。イベントみたいなの多い、よくやるんです。ゲリライベントに関しては週に1回あるかないかぐらいですかね。チャーハンセットは一番人気です。あ、違った。いいシャワー今。よはい、醤油ラーメン。はい、塩。チャーハン2丁お願いします。ありがとうございました。またお願いします。はい、チャーハン。はい、ラーメン固め濃いめお願いします。いや、初めてです。あ、そうです。ここは美味しいですね。美味しいですか。よく来られるんですか？最近は来てなかったけどね。そうですね。前は週1ぐらいで来とったんですかね。おすすめのメニューってあります？ネギラーメンにするネギ塩ですかね。今日はちょっと担々麺の方ちょっと食べてみたかったから、美味しかったです。目の前でマスクやってるんですね。ネギ塩ラーメン大盛り。柔らかめ。週1、2、いつも担々麺かネギラーメン。お味どうですか？最高にうまいです。はいよはい、お願いします。チャーシュー麺の全部のせ。はい、全員食べます。はい、2丁上がります。
願いします。これいいですか？生にねがはい、いただきます。味の濃いお酒がまたお入りください。ミンチはそどそど炒めてます。はい、違います。担々麺でございます。はい。名前の由来ですか。僕王将におった時に本当僕が使い物にならなくて最初ボンキャラのチーフでボンチっていう風なあだ名をずっとつけられていて、その飲食のルーツが結構王将が占めてるので、やっぱそこでボンチ屋っていう名前にしたいなっていうのは一番ここ辺学生さんが多いんですよね。その子らにもやっぱ来てほしい。王将が染みついてるんで腹いっぱい食えて安くてっていうのがしたかったんで、いろいろと名前を言う時に「ボンチャ行こうぜ」っていう風な方がなんか可愛らしいというか言いやすい、そういうのを狙ってそういう名前にしたっていうのがいいです。はい。失礼します。お待たせしました。大盛りの固め薄め少なめです。チャーハンセットです。で2回目ですね。はい。いやもう美味しいですやっぱり。毎週1回は来て、いつも僕にラーメン頼んでクーポンで年末とかにして、美味しいです。めっちゃ美味しいです。失礼いたします。お待たせいたしました。チャーハンセットチャーハンでございます。だから本当、まあその動画でも1個だけちょっとうちと全然違うというか、たまになかったですね。
H 入ります。よっ。お待たせいたしました。チャーハン、納豆醤油ラーメンでございます。まかないっていつも何食べるんですか？担々麺か醤油ラーメンです。チャーハンの時もあります。今後のお店のなんか目標とか直近ではちょっと中華をお疲れはいお疲れさん。中華メニューを増やしたい、それが直近の目標ですね。はい、もっと認知度上げて繁盛するような店にしたいですね。